やあみんな、ジュークだよ。今回はマキタのレシプロソー JR188D を修理していくよ。じゃあ早速本編行ってみよう。こいつが JR188D だよ。今回は動作ジャンクだ。出品者曰く刃がうまく取り付けできないらしい。刃を取り付けてみよう。あれ、これでいいのか？っていうか外れない。外れた。これはどうなんだ？とりあえずバッテリーをつけてみよう。動作はしてるみたいだ。まあ分解していくか。分解しよう。まずは先端のシューを外そう。次に持ち手の絶縁カバーを外すんだけど、カバーの根元に引っかかりがあるからそれを外す。レシプロソーを床に置いてハンドルに足をかけ、カバーの根元をエラみたいに開いて、そこに手をかけて引っ張ると外れたぞ。ハウジングを開けてみよう。ハウジングはラベル側8箇所のネジを外す。そうするとハウジングを開けることができる。パカッとな。レシプロソーのレイアウトはこんな感じ。覚えておこう。回路をまるっと外していこう。これでギアアッセンブリーが外れると思うんだけど、外れんな。外れた。そしたらギアアッセンブリーからモーターを外すぞ。このネジがすこぶる硬い。ネジがなめちった。これはネジザウルスで無理やり緩めるしかないな。なぜかここのネジは無理やり外さないと外せないくらい硬かった。ネジの再利用はできんな。モーターカバーの5箇所のネジを外して開けてみよう。コイルは引っ張れば抜けるようだ。あとはローターだ。ローターを固定している2箇所のネジを外してっと。ローターも引っこ抜ける。ギアアッセンブリーを開けてみよう。ギアアッセンブリーは6箇所のネジで固定されている。で、ギアアッセンブリーの蓋を開けるんだけど、段付きピンが錆びててなかなかあかん。開いた。これがギアアッセンブリーの中身だ。これも覚えておこう。
ローラーとピンを外すとスライダーを抜くことができる。スライダーガイドを外してっと。ギアアッセンブリーはこの辺にして、スライダー先端のホルダーを分解するぞ。ホルダーは先端のロックワッシャーを外すと分解することができる。あ、なんか出てきた。これ復元できるかな。こんな部品が入ってた。まずはホルダーを組み立てよう。スライダーにトーションスプリングを入れる。次にバネとプッシュピンを入れる。コネクティングスリーブを入れてガイドスリーブを入れる。ガイドスリーブに段付きピンとバネを入れる。スリーブ反対側にピンを入れる。ドライビングスリーブを入れてっと。最後にロックワッシャーで固定する。こんな感じかな。スライダーを組み込む前にホルダーの動作確認をしよう。刃は差し込むだけでロックされる。ドライビングスリーブを回すと刃がプッシュピンに押されて出てくる。組み立てのコツは、プッシュピンの段付きになっている方が先端になる。あと、
トーションスプリングの組み付け方向が180度逆になっていないか気をつけることだ。ホルダーができたら、スライダーをギアアッセンブリーに組み込もう。スライダーガイドをグリスアップしてっと。スライダーに差し込む。そしたらギアボックス全体をグリスアップする。グリスアップしたら LED、スライダー、ピン、ローラーを組み込んでいく。ベルトを忘れずに。部品が全部入ったらギアアッセンブリーの蓋を閉めよう。ギアアッセンブリーにモーターを組み込もう。ギアアッセンブリーにローターを差し込む。ローターをネジで固定する。コイルにカバーを組み付ける。コイルをローターへ差し込んでネジで固定する。ギアアッセンブリーとタイロをハウジングに組み込むよ。分解した時の逆再生でまるっと収めていこう。組み上がった。そしたらハウジングを閉めちまおう。最後に絶縁カバーとシューをつけるよ。絶縁カバーは差し込むだけだ。シューをつけてっと。完成。試運転といこうか。
試運転するよ。うん、いい感じ。さあ、今回の JR188D の修理はどうだったかな？ホルダーの組み立ては結構試行錯誤した。それでも部品一つ一つの動きを確認しながら組み立てれば組み立てられるはずだ。それじゃまったねー。